暑い。でかい。鹿児島だからね。待合所は冷房も効いているし、バスが来るまで涼んでよ。おはようございます。ここは志布志港旅客船ターミナルです。今日はこれから鹿児島市街地へ移動します。鹿児島まではサンフラワーライナーがあるけど、今日は路線バスで移動するんだ。サンフラワーライナーは便利なのですが、たまに満員で乗れないこともあるんですよね。なので今回は路線バスとフェリーを乗り継いで鹿児島市へ向かいます。早速乗車しました。このバスは志布志を出ると鹿屋を経由して垂水まで向かいます。サンフラワーライナーは近郊湾を迂回するけど、このバスだとかなりまっすぐ進むんだね。途中フェリーを挟むのでどうしても時間がかかりますが、だいたい3時間と少しで鹿児島中央駅まで行くことができます。高速バスでも2時間くらいかかるみたいだから案外早いんだね。暑いからか、車内はカーテン閉め切ってるんだね。鹿児島は日差しも強いのでこの方が良いんでしょうね。お客さんがいっぱい来るみたい。バスは志布志市街地を一周してから鹿屋へ向かいます。志布志駅前だって。大昔はここから垂水までも汽車で向かえたそうです。志布志は港も栄えていますが、鉄道も3路線の乗り入れるターミナルだったので、交通の要衝だった町です。大隅半島は鉄道がないからちょっと不便に感じるよね。バスだとダイヤを調べるのに一苦労あるので、路線もあっても旅行の経路には選びづらいところがありますね。バスは志布志の市街地を少しずつ離れていきます。お客さんはそんなにいないね。途中で野外学習の子供たちが乗ってきましたが、市外で降りていきました。市内の移動手段としての利用は多いみたいですが、近隣都市間の移動需要はそれほどなさそうですね。みんな自家用車で移動しているのかな。この辺りは車がないと生活が大変そうだよね。お店も幹線道路沿いに点在している感じなので、バスなどを使って買い物に来るというのも現実的ではなさそうですね。畑の中にポツポツとお店があるような感じ。こういう街並みは地方都市という感じがしてきます。こういった街並みは鉄道からだとあまり見られない景色だよね。鉄道がないからできた景色って感じがするよ。地方にしては栄えていますが、都市としては寂れているといった感じでしょうか。表現しづらい発展具合ですね。結構上り下りのある路線なんだね。志布志から鹿屋までの区間は肝付平野の中を走行するので、基本的に山越えなどはありませんが、鹿屋市は笠野原台地という丘陵地帯にあるので、小高い丘を登っているような感じみたいです。それにしても一気に登るんだね。あまり新しいバスではないので息を切らしながら登っているみたいですよね。理由は分かりませんが、鹿児島はこういった急坂をバスが登っていくのをよく見る気がします。少しずつお店が増えてきました。もう少しで鹿屋かな。一応鹿屋市には入ったみたいですね。鹿屋市は鹿児島県では3番目の人口なんだよね。だいたい10万人だから、それなりに大きいよね。地方都市の割にはお店が多いような感じがありますよね。鉄道のある志布志よりも街に活気があるような気がします。そういえばイオンができるとかでニュースになっていなかったっけ。大隅半島初のショッピングセンターらしいですね。鹿屋の中心地までやってきました。結構お客さんが待っているみたいだね。10人、3人くらいでしょうか。バスは鹿屋市街地から離れるように走っていきます。座席が埋まるくらいいた乗客は市街地でほとんどが下車していきました。途中のバス停でも降りていく人がほとんどだったね。市街地を抜けてバスは山越えのような区間を走っています。相変わらずすごい上り。後ろの席だとバスのエンジン音がよく聞こえます。とても良い響きです。山を登ったら次は海岸まで滑るように降りていきます。つづら折りの道路を臆することなく降りていくのはアトラクションのようです。バスは上りとは違って今度はエンジンブレーキのうなりを上げています。海が見えているけど、あそこまで降りるんだよね。スキーで滑る前みたいな気分になるよ。志布志湾側は比較的なだらかな地形でしたが、近郊湾側は高低差を感じる地形です。この辺りはアタカルデラの外周にあたる場所でもあるので、河口に向かって一気に下っているというのが正しい表現かもしれません。つづら折り注意の看板。いよいよ本番でしょうか。ここは右カーブ。おお、よく曲がるね。曲がりきったかな。左カーブ。
カーブで前の方が見えるのはバスでも良い眺めですね。ちょっとした峠道のようです。まだ曲がってる。ここで左カーブ。大きい車は視点が高いから道の先に吸い込まれるような感覚があるよね。ちょっとスリリングな感じは下りならではですね。右カーブ。青看板が見えてきたし、これで抜けたかな。前の方で海が見えてるよ。海岸線まで降りてきて錦江湾を眺めています。内湾だからとても穏やかだね。日差しも強いし、いかにも南国って感じの風景だよ。対岸の木入れからの風景も見たことがありますが、こうして海を眺めるとそんなに変わらない景色ですね。錦江湾は黒潮の影響で半時計回りの海流があるそうで、大隅半島側の方が比較的水はきれいらしいです。そう言われるとなんとなく透明度が高いような気もしてくるよ。バスはよくある海岸風景の中を進んでいきます。喫茶40。なんか看板がありましたね。この辺りは大隅線の廃線跡と並走しているので何か関係があるかもしれませんね。船が見えてきた。垂水港に到着ですね。運賃は1560円だって。このバスは IC カードには対応していますが、ラピカと岩崎 IC カードだけなんですよね。初見殺し。まあ頻繁に使うわけではないので現金で支払います。着いた。吹き抜けで開放感のあるエントランスだね。連絡フェリーの待合にしては豪華な気がします。次の出発は11時50分だって。バスがちょうどよく接続しているので便利ですね。チケットを購入して乗船です。ここもラピカと岩崎 IC カードが使えるんだね。スイカなどは使えないのが少しもったいない気がします。鹿児島市電はクレジット決済も使えるんだよね。鹿児島の公共交通は岩崎グループと鹿児島市、南北交通が主に担っています。3社共通しているのはスイカが使えない代わりに、鹿児島共通の IC カード、ラピカが使えるということでしょうか。ポイントがついたり割引があったり何かとお得なので、よく使う場合は作っておくと便利ですよね。桜島が描かれていていかにも鹿児島って感じだよね。連絡通路がすごく広いね。フェリーは伊勢湾フェリーとかと同じくらいの大きさかな。総トン数1500トンなのでだいたい同じくらいですね。船体はピンクなんだね。桜島の桜色という感じでしょうか。仙台は緑色のイメージだったので何か違和感もあります。ちょっと調べたら2023年に就航した船みたい。お召し船としても運航したんだって。2018年あたりからフェリーって新造船に置き換えが進んでいますよね。造船所も忙しいのでしょうか。ボーディングブリッジが切り離されていきます。運航距離が短いからか淡々と作業している感じだね。大きい船だと儀式みたいな雰囲気があるけど、この船だと作業って感じがするよ。船が小さいと小回りが利くのか、一つ一つの動作が早く見えます。奥の方でもやいを解いているね。作業員は一人でロープを外すんですね。あのロープって結構重たいんだよね。軽々運んでいるように見えるけど引きずりたくなりそう。なんか喋ったら？ちょっと景色を楽しみたいです。せっかくカメラ回しているのに何か解説とかしてもええんじゃにゃーかな。今桜島を見ちょったもしよ。皆さん鹿児島市からの桜島は見たことあると思うますが、大隅半島からは古典スリムな山里ですよ。桜島は鹿児島のシンボル的存在じゃっとん。鹿児島のいろんな場所から見ることでこん土地を知っこくができしはずです。じゃって皆さんも鹿児島に来ていろいろ感じてほしとですよね。船内に戻ってきました。船内は椅子が並んだ感じなんだね。船の大きさにしてはちょっと狭いかな。でもエアコンがしっかり効いてて快適だね。オープンデッキも風があるのであまり暑さは感じませんが、船内がしっかり冷たいのは南北らしさがあるような気がします。うどん？南海うどんだって。だいたい40分の航海ですが、こういうのはとても嬉しいですね。注文しました。さつま揚げが乗ってる。確か鹿児島ではつけ揚げって呼ぶんだよね。麺は柔らかめですね。味肌しが効いていて美味しいです。船で食べるとなんか美味しく感じるよね。お！ピンクのフェリーがやってきた。垂水域ですね。やっぱり緑のイメージがあるのでピンクは慣れないですね。波も穏やかだし優雅に航行している感じだね。シルエットが伊勢湾フェリーとそっくりですね。
同じような航路を通ると線形って似てくるんですかね。造船所も同じ内海造船みたいだし、標準的な線形なのかもね。もう少しで到着だね。航路情報は他の船でもよく見る感じですね。なんか見慣れた感じで安心する。通勤電車の車内表示器みたいなところがありますね。外に出てきました。鹿児島港の海岸風景がよく見渡せますね。真ん中あたりに甲突川の河口があり、そこから鴨池港に向かって与次郎ヶ浜町水路が伸びています。水族館のあった水路だね。甲突川の奥の方には船のファンネルも見えますね。沖縄行きのマルエーフェリーだね。さすがに乗りませんが、いつか乗ってみたい気がします。海岸風景を楽しんでいたらもう港まで着いたようです。船が止まっているね。やっぱりこの緑の方が岩崎コーポレーションの船って感じがします。バスにもあるヤシの木が描かれているね。バスもそうだけど、このイラストがあるだけで南国らしさが出るよね。少し古臭い感じもあるから、イメージアップのためにデザインを変えたのかもしれないよ。ブランドを感じられる良いデザインだと思っていたのですが、新しいデザインも慣れていくしかないですね。ピンクも良いと思うけどな。種役行きのフェリーハイビスカスもピンクだし、何かモチーフがあるのかな。鹿児島県の県下が宮間霧島なので、その色からピンクにしているのかもしれません。そこはハイビスカスじゃないんだね。ハイビスカスは沖縄のイメージでした。ロープを投げるみたい。合図してタイミングを合わせているね。無事受け取れたみたいです。あのロープって受け取れなかったらどうするんだろう。海にポチャンってなったら泳いで取りに行くのかな。一回巻き戻してやり直すんじゃない？カウボーイのようにくるくる回して投げるのも見ますがかっこいいですよね。船によってはバズーカで発射することもあるよね。やっぱりあのロープすごい重たそうだよ。重い船をつなぎ止められるくらいには頑丈でしょうからね。ロープに引きずられそうでちょっと怖いよね。降りる前に桜島を眺めておきます。ここまで来るとよく見る桜島のシルエットだね。桜島はいくつかの山がくっついた形をしているので、見る場所によって形が変わるのが楽しみとも言えます。降りてきました。連絡通路は簡素な感じですね。台風で壊れてもすぐ直せるようにしているんじゃない？待合所はかなり広いですね。広いけど自動販売機以外何もないね。基本的に垂水港で支払いなので鴨池は簡素です。バス停はこっちのようです。うえー、暑い。なんか海岸だけど港らしさがないね。もともと鹿児島空港がこの辺りにあったので、その名残があるのかもしれませんね。鹿児島中央駅までやってきました。9時過ぎに志布志を出て13時ちょうどくらいに鹿児島中央駅まで到着か。サンフラワーライナーに比べたら時間はかかったけど、これくらいで移動できるなら代替手段としては十分かな。少し遅れるけど午後の予定くらいなら済ませることができそう。うさぎちゃん、お昼何食べるの？良いお店があるので、指宿枕崎線で次元寺まで行きましょう。次元寺？駅を降りて目的の場所へ向かっています。森林公園みたいな場所だね。おっきい葉っぱと家内かな。ところで何を食べるの？そうめん流しをしに行きましょう。そうめん流し？流しそうめんじゃなくて。理由はよくわかりませんが、鹿児島ではそうめん流しというそうです。そうめん流しといえば、指宿の当選橋が有名ですが、鹿児島市内でも同じようにそうめん流しの楽しめる場所があるんですよね。苔むしていてちょっと涼しげな場所だね。次元寺公園のそうめん流しは、天保の頃から行われていた歴史のある場所です。江戸後期だね。ここでは食券前払い制なので受付でセットを注文します。規模は当選橋ほどではありませんが、峡谷のそうめん流しという雰囲気ではこちらも負けていませんね。うさぎちゃん、鯉がいる。ちょろちょろ流れる水が涼しさを感じさせるね。気温はかなり暑いんだけど、なんだか涼んでいる気分だよ。水面ってこんなに涼を感じられるんですね。暑いのに涼しい不思議な気分です。天然水持ってきたよ。井戸水でしょうか。涼しげでとても良いです。多分このそうめん流しの水も井戸水だよね。ひんやりしていて楽しいね。料理が届きましたよ。おにぎり。お次は鯉の洗いです。川魚のお刺身はそうめん流しらしさがあるね。あ、酢味噌で食べるんだ。臭みもなく美味しいです。鯉こく。生姜がよく効いていて飲みやすいよ。メインのそうめんを流しましょう。ぐるぐる回っていく。
なんか家庭用の機械みたい。箸を入れたら勝手に引っかかってくれます。水の音と箸から感じる水流が涼しさを感じさせてくれます。いっぱいつかめたんじゃない？掴み損ねても戻ってくるのは安心だね。薬味を入れていざ実食です。冷たくて美味しいです。マスの塩焼きも来たよ。そうめん流しではそうめんを食べつつ鯉やマスなどの川魚料理を楽しむことができるのが珍しさもあって面白いんですよ。楽しかったね。こういうスポットが近くにあったら夏は楽しそうだね。この後は何かすることあるの？暑いので鹿児島中央駅周辺で遊びましょう。白熊食べない？それも良いね。ご視聴ありがとうございました。